こんにちは、オートウエストエンドです。さあ、今回は車の内窓をきれいにしていきたいと思います。ただ、もう結論から言ってしまいますと、うまくいきませんでした。その理由をいろいろ考えたので、皆さんとシェアしていきたいと思います。先日、この BMW X5 のフロントガラス、レイン X などを使って撥水コーティングをしてきれいになったんですが、その分内窓の汚れが目立つようになりました。そして昨日霧の中を走っている動画を上げましたが、最近その霧が発生する機会が多くなって、それでただでさえ視界が悪いんですが、内窓も汚れているととても運転しにくいのできれいにしようと。そしてこれが現状の汚れ具合。このフロントガラスの外側に飛び石、大きなもの目立っていますが、実は小さなものも無数に入っています。なのでこれはもうどうしようもないのですが、その上に汚れがあるので、とても見にくいという感じです。こちら側は運転席の窓、こっちは飛び石とかはもうほぼない状態なので、汚れが際立って見えると思います。上下に入った窓を上げ下げした時の汚れがね、見えます。そして YouTube の車チャンネルで有名なクリス・フィックスさん、一応概要欄にリンク貼っておきますが、その方の動画を見ていると、このダッシュボード、ここにコーティング剤とかツヤを出すものを塗ると太陽を浴びて蒸発して窓に油膜ができてしまうという解説がありました。なのでそれ知らなかったんですが、そういうことなのかなと。こちらの運転席の方は皮脂汚れとかそれはあると思いますが、フロントガラスがすごい油膜なんですよね。なのでそれを聞いて納得というような感じです。今この映像を出していますのはもう油膜がひどすぎて、このチャンネルを作った当時ぐらいこの内窓にキーロビンゴールドをやったという動画です。もうこれでしか落とせないんじゃないかと思っていろいろ試したんですが、結局これを使いました。酸化セリウムですね。そうしたらもうバッチリ浸水状態になって綺麗になりました。ただデメリットとしてはめちゃくちゃ疲れるというのと、そして白い粉がね、ドアの周りについてしまったりするということで、他に方法があるはずと思って今回このアイテムをね使っていきたいと思います。今映っているのはエタノールです。そして激落ち粉を使ってやっていくと。そしてこのエタノールと水を50対50半々で割るといいということでした。まず一旦水だけでこの激落ち粉できれいにしていきたいと思います。そうしますと案の定この油膜が張ったように水がすごい弾きます。そしてその油膜になっている部分をずっとこすっていくとちょっと消えるような感じに、浸水状態になっているのかなという雰囲気はあります。そしてこの外の洗車で使っていたプラスセーヌ、それで拭き取っていますが、逆になんか広がっているような、汚れが広がっているような感じがしたので使うのやめました。はい。そしてマイクロファイバータオルで拭こうというとこなんですが、一旦乾いたので見てみますと、なんか落ちてるようで落ちていないような、やっぱ激落ち粉だけですと油膜、油の成分は取れないのかなと今ピントを合わせていますが、どうでしょう。なんかね、いい結果ではありませんでした。ということでエタノール半分、水半分を割りまして、そして墨汁をね作るように染み込ませて、そして拭いていきます。そうするともう拭いた瞬間からなんか濃いなというそんな感触がありました。水そこまで弾かない、弾くは弾くんですが、なんかずっとこのガラスの表面にこの水分といいますかアルコールが残っていて、そしてだんだん油膜が落ちているのかなというそんな感触はありました。ただ
黄色瓶ゴールドの作業をなんとかね他の方法で代用したいと思ってやっているんですが、結局同じ作業めちゃくちゃ時間がかかる大変な作業になってしまったので、なんか一緒なのかなとか思いながらやっております。白い粉が飛び散るのはないのでそれはプラスなんですけどもね。そしてマイクロファイバータオルで拭いていきます。そうすると落ちたと思った油膜が結局また出ているような感じですね。でもう一度こすりますが、濡れている状態の時はいいんですけども、マイクロファイバータオルでこするとなんかすっきりとした感じではない、なんかもやがかかったようなそういう状態になってしまいます。ちょっとね結構がっかりきたんですけども、どうしたらいいんだろうと。黄色瓶でこするのももうね毎回皆さんそんなことやってないですよねなのでどうしようかなと。そしてこちら側は運転席の窓です。一応このホコリとかそういうものは取れるので見た感じは綺麗になります。ただ油膜は取れないなと、そういう感じです。こういった感じで拭きますと薄い水の膜ができてしまいます。そしてこれは乾けばちょっとムラになっているのでマシにはなります。でもいろいろ YouTube で見るようなすごい綺麗な仕上がりというのにはならないほど遠いといった感じです。この右側半分何もしていない磨く前のものと比べてもそこまで大差ないなと。結構頑張りましたが、難しいですね。ちょっとね泥沼にはまってきた感じなんですけども、原因をいろいろ考えてみました。そうしましたら洗濯機で洗ってもマイクロファイバータオル何回か使っていたら油分が残るので、それでちゃんと拭き取りの段階でできなかったのではないかということ。そして繊維が出ないマイクロファイバータオルも売っているようなので、それを試したらまた違うのかもしれないということ。そして今日行った僕の作業は下地処理に過ぎないかもしれないという説。いわゆるガラスクリーナー、フォームになるものですね。その代わりに僕はエタノールで十分なんじゃないかなと思ったんですが、このエタノール洗浄の後にガラスクリーナーで拭き上げて完成とした方がいいかもしれないということが分かりました。今夜の映像を見ていますがさらにひどいですよね。そしてマイクロファイバーの繊維も外の小さな飛び石の傷に加えて見えます。新しい、そして繊維の出にくいマイクロファイバータオルを買わなければいけないのかと思っているところでもあります。そして実際に夜運転をしてみました。こんな感じの見え方になりましたが、ひどいですよね。皆さんどうされているんだろうとすごいいろいろ考えながら運転していましたが、やっぱりガラスクリーナー使わなければいけないのかなと。でも結局アルコールとかそういうのが入っているので油膜になってしまうんじゃないかなとも思っております。ただ毎回黄色瓶でやるわけにもいかないですよね。なので油膜にこだわりすぎるのをやめて、ある程度エタノールで油分を分解しましたら素直にガラスクリーナーを使って仕上げをしていくのがいいのかなと思います。結局買うことになりそうですが、ここカナダで手に入りやすいものからレビューしていきたいと思います。ということで今回は内窓の掃除失敗にお付き合いいただきましてありがとうございます。おすすめの掃除方法がありましたらコメント欄で教えてください。これからも内窓掃除チャレンジしていきたいと思いますので、いいねボタン、そして登録ボタンをお願いいたします。それではまたお会いしましょう。